こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのダイヤ模様のメッシュバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、見ての通りいろんな糸を使っています。3種類の糸を使ってるんですが、このブルーの色、単色の色の糸がだるまさんのリネンラミーコットン中細。で、このカラフルな糸。これプリントの糸なんですけど、こちらがリッチモアさんのモンパルナス。で、このキラキラした糸がリッチモアさんのサスペンスという3種類の糸を使っております。こんな感じです。ちょっとね、複雑にね、3種類使ってるので、結構複雑に見えますが、編み方はね、至って簡単で、こっちからもう編んでいきます。下から上に編んでいって、で、両端はこんな風にリブみたいになるように細編みの筋編みを編んでます。で、この開いたのを2つ折りにして、こういう状態ですね。2つ折りにした状態。で、この端を編んで、このハンドルの作り目だったりをぐるぐるっと編んで、さらにまた2段かな、細編みと、あと細編みとこのピコットの段を編んで完成っていう形になります。ちょっとね、難しそうには見えるのかな。でもね、結構簡単に編めると思います。ちょっとね、ちまちま、糸が細いので、ちまちま編まなきゃいけないんですが、すごく可愛く編めるのではないかと思います。こちらのバッグなんですけど、以前紹介した、ストライプのメッシュバッグと基本的には同じ編み方です。ここの模様が違うだけで編み方は基本的に同じなので、もう一回編まれたことある方は結構スイスイと編めるのではないかと思っております。で、こちらなんですけど、オンラインストアでキット販売もしております。こちらがブルーのカラーですね。で、以前ストライプのメッシュバッグでも作ったこの色、かわいいミントとシルバーカラーで、ちょっとね、ニュアンスカラーっぽく編みました。こんな感じです。これがミントカラーですね。で、もう一色はチャコール。じゃじゃーん。ちょっとね、シックな色味の中に、なんかこのカラフルな、ちょっとね、南国ムード漂うカラーがすごくおしゃれで、こちらね、男性も使えるといいなと思って、こちらのお色にしました。ラメもちょっとシックな感じのラメですね。こんな感じの3色展開になってます。お好きな色をぜひ選んでいただけたらと思います。それではですね、概要欄に糸の詳細、道具の詳細など書かせていただきますので、もしよかったら見てみてください。あと、チャプターもね、目次代わりに書いてるので、編み始める途中など必要な方は使ってください。あと、オンラインストアの URL、SNS、インスタグラムやってるので、SNS の URL 記載するので、もしよかったらそこからポチッと見ていただけたら嬉しいです。そして、いいね。フォロー、コメントなどもらえるととても嬉しいです。はい、そんな感じで、今日も早速編んでいきましょう。はい。ねえ、忘れてた。編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。だるまさんのリネンラミーコットン中細の104番。そしてリッチモアさんのモンパルナスという糸ですね。こちらの6番。そしてリッチモアさんのサスペンス10番を使用して編んでいきます。まずこちらがですね、リネンラミーコットンというコットンとリネンの糸です。で、こちらが、04面ナイロンの結構柔らかいしなやかなリリアンの、ちょっとしかもブークレのね、すごいおしゃれな糸です。こちら、リッチモアさんの新作らしいです。で、こっちがもうラメ糸ですね。メッシュバッグでこちらの糸とこちらの糸は前回使ったのですが、すごく可愛かったので、また違うデザインで編もうと思います。こちらがブルーカラーになってます。今回キットで販売もするので、こちらのこのブルーのお色ですね。他にスワッチを編んだので紹介します。こちらがミント。こちらがシルバーのラメとミントグリーンのリネンラミーコットンですね。で、そこにちょっとミントだったりグレーだったりオフホワイトベースのね、色でこういう風にしました。これが結構トーンな感じで柔らかい印象ですね。で、こちらがちょっと夏にぴったしな感じで結構派手というかね、感じにしてます。ブラックの、インクブラックっていうラミーコットンの糸と、このブラックベースのこのラメですね。そこにちょっとなんていうんですかね、オウムのようなカラフルな、私これすごいこの色好きなんですけど、こんな感じのお色の3色展開にしようと思ってます。
はい、こちらの3色です。それでは編んでいきたいと思います。まずは作り目をします。作り目は鎖編みで161目です。まずはこちらのブルーのお色で編んでいきます。で、ちょっと今回私は編み方を説明するためにちょっとちっちゃくですね編みます。皆様は図案通りの目数で編んでいってください。作り目は鎖編みで161目です。糸このように指にかけて持って針の糸の下に針を当ててくるっと回してここから編み始めていきます。針に糸をかけて輪に通す。針に糸をかけて輪に通す。針に糸をかけて輪に通す。これを繰り返して161目編んでいきます。作り目が編み終わりました。それではですね、作り目がまずこのブルーの糸 A ですね。そうしたら次2段目からはこのモンパルナスのカラフルな糸です。こちらの糸 B に変えていきます。それではこちらが図案になっております。こちらのですね、このピンクの編みがけしているところ、ここ、10目6段の1模様となっているのですが、この模様を横に縦に繰り返しながらこの、バッグは編んでいきます。で、この1作り目と1段目が少し変則的なので、ここをちょっと説明してから編み方を説明したいと思います。それではまずは1段目ですね。1段目からはモンパルナスの糸に変えていきます。で、まずはこの作り目を拾って細編みを12目編みます。この時鎖1本と裏山を拾って編みます。で、次ここ鎖編み11目ですね。で、まずはモンパルナスで4目編んだら、この鎖を、ここの真ん中の鎖をですね、割ってまず細編みを編みます。ここ鎖5目、ここで1目で5目ですね。で、その次鎖3目を割って細編みを3目編みます。で、また次鎖5目飛ばしてモンパルナスで4目編んで、ここに細編みを編む。で、鎖編み5目飛ばして鎖1234目編んで、ここ123目細編みを編む。これを繰り返していきます。それでは1段目編んでいきます。今作り目が161目編んでいる状態です。この段階でまず糸を変えます。ここでまず1段目立ち上がり鎖1目なので、これが立ち上がり1目になりますね。で、ここから細編み、ここの作り目の161目鎖1本と裏山を拾って細編みを編みます。こんな感じになります。で、また次も同じように鎖1本と裏山。裏山はこれをくるっと裏返した時のこのポコポコ、裏側にポコポコしているのが裏山です。鎖1本と裏山を拾って細編み。まずは12目細編みを編みます。細編み12目編めました。そしたら次は鎖編みを1、2、3、4目編みます。そしてこの作り目ですね。作り目を1、2、3、4、5目飛ばして、この次の目に針を割り入れて、こんな風になります。で、また鎖編みを1、2、3、4目で、また1、2、3、4、5目飛ばして、今度はその次から細編みを3目編みます。で、また鎖編みを1、2、4目編んだら1、2、3、4、5目飛ばして、その次の目に針を割り入れて細編み、また鎖編みを4目で1、2、3、4、5目飛ばして、次は1、2、3とこのように
鎖編みと細編みを繰り返して編んでいきます。こんな感じで最後の鎖4目とこの細編みをね編みました。そしたら最初に編んだのと同じように12345目飛ばして、その次の目から細編みを12目編みます。これで1段目が編み終わりました。で、こちらの作品なんですが、糸を全部渡していくので、糸を各段ごとにカットしないで、このままで、編んでいきます。それでは次は2段目です。2段目はサスペンスのラメの糸で編みます。で、この図の通り、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10目。この10目は細編みの筋編みを編みます。細編みの筋編みは前段の細編みの頭の鎖の向こう側1本だけ拾って編んでいく編み方です。これが細編みの筋編み。で、細編みをもう1目。ここは筋編みじゃなくていいです。普通の細編みを編む。で、次は鎖編み5目を編んだら、まずここを側ですくって細編み。で、ここを前段の細編みの頭の鎖に針を入れて細編み。で、またここを側ですくって細編みを編みます。で、鎖5目編んだら、今度こちらの細編みの頭の鎖に針を入れて細編み。で、また鎖5目編んだら、ここと同じようにここを側ですくって細編み、こちらの細編みの頭の鎖に針を入れて細編み。で、またこちらを側ですくって細編み。という風に編んでいきます。で、また最後は同じようにですね、ここに細編みを編んだら、10目細編みの筋編みを編んでいきます。それではですね、2段目編んでいきます。で、先ほどちょっと動画の説明上、この最後の細編みを最後まで編んだのですが、ちょっとここで糸を変えるコツがあるので、一旦最後の細編みちょっとほどきます。で、糸を次の段変えるときですね、細編みをこのように途中まで編みます。で、糸を休ませて、次の変える糸を左手に持ちます。そして、この途中までの細編みの最後の引き抜くところですね。ここを次の糸で編みます。こうすることによって糸がすごく綺麗に変えていきます。はい、それでは2段目編んでいきます。立ち上がり、まず鎖編みを1目編みます。で、くるっと裏返したら、この向こう側1本ですね。この前段の細編みの頭の鎖の向こう側1本の実を拾って、細編みを編んでいきます。向こう側1本の実を拾って、細編み。向こう側1本、細編み。まずはこれを10目編みます。細編みの筋編みが10目編めました。そうしたらですね、その次の細編みは、普通に細編みを編みます。で、次、鎖編みを5目。はい、鎖編み5目編めました。それでは次は、まずはここの細編みありますね。この隣を、これで側ですくって細編みを編みます。で、この隣の真ん中のこの細編みですね。こちらを編みます。で、またその次、この鎖を側ですくって細編みを編む。こんな風になります。で、鎖編みを1、2、3、4、5目。で、次はですね、この鎖、ここに細編み3目があります。この真ん中の細編みに針を入れて、細編みです。これを繰り返していきます。1、2、3、4、5。鎖編みを側ですくって細編みに前段の細編みに細編み、また鎖を側ですくって細編みで1、2、3、4、5
細編みの真ん中、細編み、これを繰り返していきます。最後、鎖5目編めたら、また同じ、最初と2段目の編み始めと同じように、まず細編みを1目編んで、筋編みを10目編みます。こんな感じで2段目編み終わりました。で、また糸を変えるので、このように途中までで終わらせています。で、次はブルーの糸に変えます。はい。糸を変えたいと思います。で、こんな風に編み終わってる糸が、休ませておいた糸があるので、これをこんな感じで針に糸をかけて引き抜きます。これで2段目が編み終わって、糸も3段目の糸に変わりました。それでは次3段目編んでいきます。ちょっとここ空間空いてるんですけど、これ図案の問題上空いてるだけで、実際はここに編み入れられていくので、この空間は気にせず編んでいってください。立ち上がり鎖1目。次は細編みの筋編みを10目編みます。で、また同じように鎖編みと細編みを続けて編んでいきます。鎖編み5目。で、この前段の鎖側ですくって細編み。で、今度は前段細編み3目あるので、ここは細編みを3目編みます。で、この鎖を側で拾って細編み。で、ここからは細編みを9目編みます。で、また同じように側ですくって細編み、前段の細編みに対して細編み、細編み、細編み。で、鎖編み側ですくって細編み、鎖編み9目という風に編んでいきます。3段目編んでいきます。今、糸が変わっている状態ですね。まず立ち上がり鎖1目を編みます。で、筋編みを、細編みの筋編みを10目。細編みの筋編み10目編めました。そしたら鎖編みを5目で、図案通りにこの鎖を側で拾って細編み、細編みに対して細編み、1目に対して1目細編み、そしてここ側ですくって細編みで、鎖編みを9目。で、また側ですくって細編みで、細編み3目という風に編んでいきます。3段目編み終わりました。それでは次の糸に変えて、これで3段目が編み終わりました。で、このような形で基本的にはもう細編みと鎖編みだけで編んでいきます。あとはですね、こちらの図案を見ながら41段目まで編んでいっていただけたらと思います。もう本当にそうですね。特に難しい箇所はないと思います。前段が鎖編みの時は側ですくう、前段が細編みの時は細編み、あとは鎖編みの数ですかね、などに気をつけながら編んでいっていただけたらと思います。41段目まで編み終わりました。こんな感じにですね、編めてます。このね、ちょっとダイヤっぽい形がちょっと 60s っぽい雰囲気で可愛いですね。で、ここが、筋編みを編んだので、ちょっとリブっぽくなってます。一旦この段階でのサイズを測ります。横幅が50センチですね。で、幅が、ここで測ると
ふわっと広がってるので、ここで測ると13センチになっています。それではですね、次はこちらを、バッグの形にしていきます。この編み始めの糸ですね。ここが作り目側。編み始めの糸が左手に来る方が、これで表です。なので、表が外に来るように、2つに折ります。それではですね、まずはこちらの青い糸で編んでいきます。このバッグを半分に折りました。で、半分に折って、ちょうどバッグの底の中心が、この細編み3目入ってるところですね。ここがバッグの底になります。ここからすべての目を拾って細編みで編んでいきます。この印をつけたところに針を入れます。そして針に糸をかけて、針に糸をかけて引き出します。で、まずはここで立ち上がり鎖1目で細編みを編みます。で、その次からはですね、まずこれ作り目側なので、この細編みが編み入れられている作り目、これは余った鎖を1本ずつこうやって拾います。で、この鎖のところですね、ここはこの鎖を割り入れながら、結構ちょっとちまちましちゃうんですが、この鎖を割りながら1目ずつ編んでいきます。1目ずつ多分割って編んだ方が仕上がりが綺麗だと思うので、ここは根気よく編んでいきます。で、ここ細編み1目で1本余ってる鎖を拾って、こんな感じで細編みを編んでいきます。こういうところを丁寧に仕上げると、仕上がりの完成の作品がですね、より高級感というかいい感じに仕上がると思います。はい、こんな感じでこの端っこまで細編みを編んでいきます。一旦ここまでですね編みました。こんな感じでちょっと上の口の方は少し開けた状態でハンドルを編みたいと思います。図案で言うとですね、ここまで細編みで編んできた感じです。そしたらこの段階で一旦糸をカットします。はい、そして反対側も細編みで編みます。こちら側も編めました。そしたら今度はもうこのまま糸を切らずに同じようにここ細編みで拾っていきます。この1枚だけで1枚だけですね。
こんな感じで拾っていきます。ここまで編めました。そしたらここからは鎖編みをしていきます。鎖編みが90目編めました。そうしたら今度反対側に編んでいきます。こちら側もコマ編めました。そしたらもうこのままぐるっと反対側に行って、コマ編みを編んで、鎖編みを編んでと編んでいきます。で、今ちょっと説明しなかったんですが、この時ここね、このコマ編みを編んでる、この辺に1目コマ編みを編むと綺麗かなと思います。なんか分離しないというか、こんな感じで編むと、なんかこうつながってる感じがするかなと思います。はい。それでは、コマ編み編んで、鎖編み編んで、またコマ編み編んで、で、ここで引き抜き編みをして留めるという風に編んでいきます。ぐるっと編んできました。それでは引き抜き編みをして留めます。こんな感じでですね、ハンドルの土台になる鎖編みも編めて、バッグの両端も閉じられてます。それではもう一周編みます。もう一周はコマ編みのところはコマ編み。で、ここの鎖編みですね。ハンドルの鎖編みには1目に対して1目。コマ編みをずっと編んでいきます。立ち上がり1目。で、コマ編みを編んでいきます。編み終わりました。こんな感じでハンドルもコマ編み1段編めていて、で、ここの部分はコマ編みが2段編めているという状態になってます。それではここで糸を変えて、ラメの糸で最後縁を編んでいきます。それではですね、これが今先ほどの段、最後のコマ編みまで編んだところです。で、この段を引き抜き編みをして閉じるのですが、この時に次の段を編む糸に変えて引き抜き編みをします。で、ここから編んでいきます。立ち上がり鎖1目。で、今引き抜き編みをした場所に針を入れて、コマ編み、コマ編み、コマ編み2目編めたら鎖編み3目を編んで、このコマ編み2目目の頭の鎖1本と、このコマ編みの足、ここに針を入れて、引き抜き編み。で、またコマ編みを4目。1、2、3目。で、引き抜き編み。2、3、4で、また鎖編み3目、引き抜き編みで、コマ編み4目、これを繰り返していきます。こんな感じで編んできました。最後コマ編み
目で1目目に針を入れて引き抜き編み。はい、これで縁が編めました。それでは最後にネームをつけていきます。ネームつきました。サイズ測ります。結構伸び縮みするんで、完全にもうほんと今仕上がりサイズです。で、物を入れると結構ビヨンと大きくなります。横幅がですね、今この状態で、約19、20ぐらいですね。で、このメッシュ、結構メッシュなのでギュッとね、なるので、この上端で測ります。横幅が15センチ。で、高さが24センチ。で、ハンドルの長さが45センチになってます。重さです。42g です。それぞれ1玉ずつでできます。いかがだったでしょうか？そんなにね、難しくもなく編めたんじゃないかなと思います。糸のね、この変えたりするところが、若干カラフルなので、若干手間かなとは思ったりもするんですが、できるとめちゃめちゃ可愛い。私はこんなね、ベージュトーンとかちょっとニュアンスカラーの落ち着いた色味にこういうバッグを持ってお出かけしようかななんて思っております。ぜひぜひ編んでみてください。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またねー。